ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はポピーを描いていきます。詳しい描き方を後半で説明していますので、最後まで楽しんでいただけると嬉しく思います。ここからはポピーの描き方について私なりに説明していきたいと思います。花びらが4枚のポピーを描きます。真上から見たポピーの花は円を基本に考えます。下になっている花びらを先に描き、後から上になっている花びらを描きましょう。重なった下の部分のラインを消し、おしべを描き加えて出来上がりです。斜め上から見たポピーは楕円形を基本に考えます。花芯の部分は中央よりやや下に小さい楕円形を描きます。その花芯の部分から両側に蝶々の羽のような花びらを描きましょう。下になっている花びらと重なるように上になっている花びらを描きます。花芯から円周に沿うように描くと花びらの形が取りやすいと思います。横から見た花はお椀の形から描いていきます。奥の花びら2枚の見えている部分を描き、それから手前の花びら2枚を描きました。どの花びらも花芯から伸びている感じを大切にします。手前の花びらを短くして
奥の花びらが見えるように描くことによって立体感が増すように思います。つぼみは茎をカーブさせぶら下がったように描くとポピーのつぼみらしくなると思います。今回ポピーの葉はギザギザと尖った感じに描いてみました。今回使用した色はスカーレット、ブラウンアイロンオキサイド、チタニウムホワイト、ストロー、ブラック、サップグリーンの6色です。平筆の18番を使い花びらを描いていきます。筆全体に赤の絵の具を取り、コーナーに茶色を取ってよくなじませます。花びらは一度に描くのではなく、少し描いては筆を離しまた描くという繰り返しで筆跡をつけるように描いていっています。この筆跡が花びらの筋のように見えることを期待して描いています。こちらの花びらも同様に描いていきます。時には筆を横にずらし均一にならないように描いていきましょう。上になっている花びらも同様に描いていきます。花びらが大きいので筆を左右に動かし空間を埋めていきました。花芯の部分を意識して筆が最後にそちらに戻るように動かしていきましょう。斜め上から見たポピーも同様に描いていきます。この花は手前の花びらの幅が狭いので平筆のコーナーを上げて描いていきました。幅の狭い平筆で描いても良いと思います。横から見た花の奥の花びらはまず赤だけで描いていきます。手前の花びらは赤と茶色のダブルローディングで花芯から伸びているように描いていきましょう。平筆の8番を使いホワイトで花芯に向かってストロークをしています。筆に取る絵の具の量を加減しかすれた感じになるようにしましょう。描きにくい場合は絵を動かし花芯に向かってストロークしていくことがポイントです。ステンシルブラシで花芯を叩くようにして描いていきます。ライナー筆でおしべを先が丸くなるように描いています。私は2つの方法で描いていきました。ラインを描いてから筆を少し押し付ける方法と点を描いてからラインを描く方法です。茎は平筆の8番を立てるようにして描いています。難しい場合は丸筆に描いても良いと思います。楕円形のつぼみは3回のストロークで描きました。今回ポピーの葉はギザギザの葉を強調するように筆を立てて描いてみました。筆の細いラインが印象的な葉になったように思います。今回紹介したポピーの花やつぼみ、葉の描き方です。何かの参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは花の描き方をいろいろと紹介していこうと思っています。チャンネル登録、高評価ボタン、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。